信長の野望。新生。織田三好の二正面戦争に打ち勝ち、衰退した三好を従属させ三好政権を終わらせた我らが幕府。しつこく攻め込んでくる織田に苛立ちついに逆進行。今回も頑張って領地拡大していきましょ。なぜかいた上杉屈指の名将柿崎も仲間になったし、幕府、躍進の時だぜ。先の戦いでの威風で織田家の6軍が寝返り。織田は軍を制圧しないと進軍できないから、援軍来る前に包囲中の伊賀上野城は落とせそうだな。新人柿崎さんが早速愚信。従属関係だった一色さんを当家に吸収したいとのこと。これで一色さんも足利家の一部になるぜ。そして伊賀上野城は無事陥落。ノップももう六角さんにちょっかい出せなくなるな。でも織田まだしつこく攻めてくる。ほんとしつこい奴らだな。容量がもう10日程度しかない。合戦で蹴散らしてくれるわ兵力部隊数ともに2倍、安定の強撃誇りである。相手にならぬ。8スカコ6に2は長秀だけど、こうなっちゃどうにもならんかと。部隊数の多さは合戦ではかなり大事だな。最後は前田利家か。そいつは後のロリコン大名か女性の敵、ぶっ転がせおい。身長180のガチムチのくせに、10代前半の少女を複数妻にする鬼畜。おまわりさーん、この人でーす。詳しく知りたい人は、前田利家ロリコンで検索だ。将軍様、下道を成敗しちゃってください。必殺、久保の立ち居。現代社会において決して許されぬ犯罪者を断罪だー。イエスロリータ、ノーターチ。変質者、撃退。良い子のみんなも前田利家を見たら防犯ブザーで撃退だ。無事勝利。織田全部隊撃破勝ち時をあげよう。勝ったどー。戦果もなかなかでよかよか。これに懲りたらもう来るんじゃないぞ。そしてしょっぽい風が吹く、一軍寝返り。むしろ微風である。その優しい春風とともにあの人が元服。お、誰か仲間入りか？いえ浅井長政くん、入社です。なかなかの有能、でも組頭スタートか、幕府本社で研修頑張れよ。お、久々の信豊さん。朝倉に侵攻されないよう動かせないので、最近は出番少なめで残念。また戦場で会いたいな。日に日に勢力を拡大する毛利がそろそろ隣接、戦になると厄介そうだし同盟を組むため親善をしましょ。毛利と同盟組めれば、西側は当分安全だぜ。米切れで将軍様が騎乗した伊賀上野城、ノップまだ諦めてない様子。本願寺さんに援軍要請。ノップの野郎ほんとしつこいな。着実に内政を進める幕府、上位集落の大市を牽制越。ずっと戦続きだったけど、内政もやっと実を結び始めたな。あ、武田が上杉攻めとる。こりゃ今後武田が幕府の脅威になるかもだ。城主の設定忘れてた伊賀上野城には、浅井戦で仲間になった磯野さんを抜擢。磯野野球しようぜ。しないよ。てかやっとそこそこ戦える城主が着任したな。幕府の深刻な人材不足も、少しずつ解消に向かっております。そんな伊賀上野城、現在鬼柴田の襲撃中。織田軍が南に移動してるぞ。どうやら今川がついに動いた模様。ノップ、絶対絶命だぜ。こりゃのやなアナル名、このビッグウェーブに。ノップよ、貴様の命運もここまでだ臨戦準備が整ったら、出撃だ一色さん無事吸収完了。順調だな。編入された武部山城は、もちろん一色さんにお任せします。また所領してやるのか、お前変なところで律儀だよな。あ、国境紛争勃発。武将を派遣して仲介しないと収入なくなるし、城主が無断で出陣しちゃうんだよな。軍港稼ぎついでで一色さんに行ってもらいましょ。そして一色さんが溜め込んでたお金15000ゲットを、やっと室町に帰れる一色さんから没収としたお金で、ついに幕府の本拠地が二条御所に室町幕府、復活。こうして一色さんの献身により、室町に帰郷するのであった。月田二条は、二条御所から追い出した春本さんにお願いしようと思ったけど、この権力お化けのおっさんを自由にするのはいかがなものかと思い、阿波屋さんを城主に決定。まあ春本さんには御所で政策や外交とかのお仕事してもらおうぜ。ついに戻った二条御所、軍がいっぱいあって研修がはかどる。武領の軍港稼ぎがいっぱいできるぜ。さて幕府らしく政策も新たに発令しましょ。制度革新2で、領主の入れ替えと浄化方針での建設で増築が可能になるぜ。将軍様、権力お化け、出っ歯殿の3人で取り組んでもらいましょ。
キャラが濃い。あ、山名が毛利に食われとる。かつては全国66カ国のうち11国を守護領国とし、6分の1殿と呼ばれた名門山名もここまでか。この動乱に救いを求めてか、本願寺従属の意思を示す。お、剣旅藩従属か、こりゃ心強いぜ。さあ戦いの準備は整った。今こそ織田を滅ぼさん。復讐の時は来た。出陣だー。だが運命はまだ、奴の味方をしていた。まさに晴天の霹靂と言うべきだったろう。孫延山を領し、街道一の弓取りと名高い今川義元。永禄3年、その義元が数万の軍を率い、尾張攻略のため駿府を発する。義元自ら遠征すれば、尾張国内に正面から歯向かう敵などいようはずもない。今川軍先鋒隊は次々と城を落とした。義元本隊も威風堂々と尾張へ入国。衆の後、先ほどまでの陽光が嘘のようにかき曇り、雷鳴とともに大粒の雨が今川将兵の甲冑を叩きつけた。衆を避け、義元は桶狭間山で休息を取る。激しい雨はあらゆる物音をかき消し、今川軍の誰一人近づきつつある敵勢の瞬動に気づかなかった。初期払いの一杯を飲み干した義元は、時ならぬ足軽らの喧騒に眉を潜める。いぶかしんだ次の一瞬、義元の眼前に長槍の穂先が突き出された。敵襲である。貨幣による正面からの参上への奇襲。何もかも常軌を逸していた敵勢の行動を誰が想像し得よう。あるいは最後の瞬間まで義元は己が撃たれたことすらわからなかったかもしれない。尾張遠征は唐突に終わった。この日を境に義元への習字は街道一の弓取りから天下人が最初に倒した大名に変わる。薄れゆく義元の視界の隅に奇襲の成功に満足げな将の姿が映った。義元を踏み越えて天下へ駆け上がる男、名を織田信長。忖度して桶狭間の戦いまで織田を攻めないからこんなことに。自業自得だぜ。霊夢さんたちの悪口を聞いて利休が出奔。あ、茶製のお茶係。お茶係、自己都合退社。それはさておき、桶狭間始まる前に、名古屋城と鳥羽城今川に取られてるじゃん。あらら。まあ徳川も独立して名古屋城は孤立してるから、ノップがすぐ取り戻すかな。さて制度革新2が終わったので、お次は楽一楽座の2を取りましょ。資金に余裕ができれば、もうちょい政策出せそうだな。お、毛利との同盟締結、あと2ヶ月でいけるってよ。あ、武田は相変わらずノップと同盟組んでるけど、外交姿勢が普通になってる。これなら役職上げて親善すれば同盟組めるかも。信濃守護プレゼント。地盤を固めつつ、悠然と進軍する幕府軍。桶狭間の戦いは乗り切れたが、これはどうにもなるまい。そしてこっそり攻められてる三木城。おい。忙しい時に邪魔しよって、赤い兄さん、援軍をなしゃーす。ノップとの戦いは味方を分散させて進軍させたこともあり、いい感じの合戦ができない。合戦するまでもない相手だけど、合戦の方が容量減らないし悩むところだな。ノップの援軍が逐次投入なせいで、応援が来る頃に一部隊ずつ減ってって困る。結局6対1で決戦に。こりゃ圧勝だな。
京極さん。京極さんまさかの爆散。弱いのに戦争に駆り出してすまんかった。京極さん以外は特に問題なく勝利だぜ。あ、三木城いつの間にか落城。安定のやらかし。赤松義介、将軍様から義の字もらっといてその態度は許さんぞ。後でけじめ案件だな。あ、東北で凶作。我らの領地は華麗にする。今度はなんざましょ。河野森出雲って人を登用したいってさ。おおこれはなかなかの有能、ありがたやー。よかったな。ふわー、毛利家が赤くなっとる？まさか毛利の進行か？一色さんが勝手に出陣した模様。独断行動のため大名の撤退命令を聞かない。ちょうど今月同盟結ぶ予定だったのになんということを。オーマイガー。そんな幕府にちょっと嬉しいニュース、幕府最強の出っ歯、信豊さん家老に就任。治療も増やせるしめでたいぜ。織田攻めは小勢を合戦で蹴散らし、無事亀山城を落城。織田は兵も枯渇してるし、他の城も行けそうだな。亀山城はよく知らない内ヶ島さんにお願いしました。城主になれる侍大将は未だ人手不足だな。毛利に攻め込んでた一色勢はやっと操作可能に、お家に帰りなさーい。親善はゼロになっちゃったけど、一応落ち着きは取り戻せたな。さて政策もさらに発令、灌漑整備に着手。戦続きですぐ込めなくなるんだよな。小荷田隊も配備、腰病量10日アップ。内政が進んだおかげで政策もはかどるぜ。あの津城の戦いは吉住くんの要領がつき、結構ギリッギリの甲状戦に、守ってるのが秀吉だし、城がやたら硬く感じるぜ。そして打って出てきたお猿さんを蹴散らし、なんとか落城。米も尽きたしここらで織田攻めは撤収だな。やっはー、ノップに借りを返した、城に戻るぞー。あ、和田さんたち日野城に集結させてそのまま忘れてた。おい、適当に岡地城でも攻めてもらいましょ。全軍撤退のつもりだったのに閉まらんな。てっへー。では兵力の最大値を見て今後の戦略を練りつつ今回はここまで。ちなみにノップは13000でランク外に。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。動乱の時代に急成長を見せる幕府、だが弱らんせ、天下性質を叶えることはできるのか？ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。